はい、今回は夏休みスペシャルということで、学生さん向けのワンポイント解説っていうのをちょっとまとめた動画を作りました。まずはメイコーチからそのサーブのポイントについて解説してもらいます。お願いします。はい、お願いします。ね、いろんな回転を出すためには、まず最初の構えるから入りますね。できるだけちょっとカートより少しこっち側。そうすると台に非常に近いです。はい。でこっちに構える方はいますけど、でもこっちの方はちょっと台から距離が若干遠いだと思うので、特に順横回転出すときにはちょっとカートより若干足を中に入るようにですね。ここからカードよりちょっと中に入るで構えてですね。で左足を前で右足後ろで、その後はこのフリーハンド手はできるだけを伸ばしてこの真ん中の線に近づくように、はい、でこういう形を構える。なぜこういうするのは、まず伸ばすによって重心も低くなるし、遠いところにすると全体を使って最後重心を低くすると分かりづらいサーブを出すことができるんです。腹筋の力が当たる瞬間をキュッてしっかりを吐いていいサーブを出せるようにができます。左から右で、その後は切る瞬間もう一回左足を体重を乗せること。重心移動でやっぱ体全体の力を最後のところで一瞬を出すことができますね。で今メイコーチがサーブ出してる時はどんなサーブ出すにしてもなんかスイングは小さいですよね。スイングは小さい、モーションは大きい、スイングは小さい。そこをごちゃ混ぜにならないで、モーションがスイングになったらでかいスイングになってたらやっぱ回転かかないしスピードも出づらいので、スイングは小さく分かりづらくした方が絶対いいです。なかなか切れないなとか、なんかちょっとサーブスピード出ないなとか、なんかそういうことがあるとやっぱ多分スイングがでかいと思います。はい。だからそうするとサーブもいまいちになって3球目もできないとか、になると思うので、はい。トスが斜めにならないようにするポイントっていうのはどういうところ気をつけたらいいでしょうか。はい。できるだけを向かっていく。はい。こう向かっていく。で上げて向かっていく。だからそこで勢いをつけながらこういう感じですね。まっすぐ上げることによってもうこんな感じなんですよ。体が言ってもこうなんですよ。もうめっちゃやりづらいんですよ。だから力が入りづらいので、プロ選手は少しでも回転強めにしたいから、ルールの範囲の中で少しギリギリのところで体をいっぱい寄せることによっていいサーブが出るという考えですね、みんな。はい、じゃあ美香コーチにはそのレシーブについて、はい、ワンポイント解説してもらいます。はい、お願いします。よろしくお願いします。構えはいいか言ったと思うんですけど、さらっとまだ皆さんに伝えたいと思います。いろいろまっすぐ構えている方もいれば、右足ちょっと後ろの方もいるし、で右足つま先分ちょっと前に構えている方もいます。みんなそれぞれどれも反則ではないので、戦方によって構えが変わると思うんですよ。例えば伊藤美誠選手とかも右足若干前、男子の方も最近平行足より右足若干前に出てる選手もいるんですけど、前陣速攻と台上プレーがうまい選手、チキータとかストップとか流しとか台上技で相手を最初から先手を取って相手を迷わせるような技がうまい人は、平行足あるいは右足若干前の方が結構多いので、相手がトス上げた瞬間にはほぼ平行足に持ってきた方がいいので、ギリギリでこっちの方長い方は取れるので、ギリギリでフォア前取れる、フォアバック前とか台の前面を自分で面倒見ないとダメです。もう一つは気をつけてほしいのは、最初構えは重心結構低めと思うんですけど、相手がトス上げた瞬間には少し体を起こしてるんですよね、みんな。このまま重心低いままでこう入らないですね。重心上げることによって台上すごく入りやすくなるので、これ重心低めのままで入るとちょっと短くなるんですよね、腕がちょっと入りづらくなるので、長いボール来てもこのままだとちょっとかけづらくなって詰まってしまうパターンもあるので、体を少し起こすことによってフォア前とかバックとか
急に来たボールの対応をしやすいと思います。レシーブの方なんですけど、優先に考えてほしいのはまず入れることですね。相手がサーブだから相手の考えがあるので、読めたら完璧なんですけど、読めない時はあると思うので、相手の考えを外すのが試合なので、相手がこのサーブを出すかな、フォア前に出すかな、バック長い出すかなってまず読むことです。雰囲気で全体的に読むこと。ラケットとボールを当たる瞬間の動作を見て判断する感じです。一瞬でパッパ。だからその先の構えは非常に大事になります。やっぱ仕掛けることめちゃくちゃ大事なので、返せなかったら論外なんですけど、返すことを一番優先にした方がいいんです。で、返してからあとコースを意識するのもいいと思います。例えば相手が横下回転サーブを出された時に、これ女子とか学生さんでも一般的によく使うサーブです。このバックとかミドルとか、ミドルに出してみてください。ここにミドルに出されたら、おそらく相手がつつきがドライブで、その3球目バックで待機して、ミードがどっちかのコースを狙おうとしてるんですよ。だからその狙いを外さないといけないんですよ。だからそこで相手がバックで待機してるって思ったら、自分は仕掛けられてるんだけど仕掛け返す感じでミドル、それが叩かれないように腰を低めにするとか、はい、ミドルとか、今ミドルに少し入れた感じなんだけど、ちょっと浅めに入れたり、相手が叩きづらいようにこういうふうに浅めに入れたり、相手がもしこういうボール入ってきたら次をパンで長く、サーブで仕掛けてきてるんだけど、レシーブはただ返すだけじゃなくて、やっぱ仕掛け返すことは大事です。やられないように。できればミドルに入れた方がいいんだけど、でももし入れられない時、バックしか返せないと思った時には、ちょっと浅く入れたり深く入れたりで、ちょっと回転多めに高めに入れたり、とりあえず何かをしないとダメ。逆に腰を低めに、ちょっと薄いループみたいな感じで、相手が叩きづらいような高さに工夫したり、これぐらいね、これも叩かれるかもしれないので、これは駆け引きだから、ちょっと今少し低めに、構成低めにしたので、サーブ出してグッてかけて、入りました。入ったら成功じゃなくて、相手がそこで狙ってたらもう0点なんですよ。もうやられるので、ミスとほぼ同じ。だから3球目狙われないように工夫していく。だから仕掛けられたらとりあえず入れて、次をやろうと思ったらもう先にやられるので、だからギリギリの中で仕掛けられてる、やりづらい中で、相手が少しでも嫌だなと思ったコースと回転と高さとか、それを工夫して持っていくことが非常に大事です。練習の時はめちゃくちゃ良くて、これめっちゃ強そうだけど、試合になるといまいちっていう選手はいると思うんですよ。で、中国で言うとよくこれは練習系タイプ、試合系タイプでよく言うんですけど、なんかアイススケートみたいな自分のプレーをしっかり完璧にしようとする選手と、本当にゲームをやってるような感覚で敵を、自分で武器を出して敵をやっつけるような考えとか、それ分かれるんですよ。結構練習はすごく良くて、で試合になるとなんか自分のものを発揮できてないというのは、おそらく相手をよく見れてないんですよ。自分の世界に入っちゃって、なんか自分を完璧にしたくて相手と戦ってない感じ、自分で戦ってる感じ。だからこうすれば相手がやりづらいとか、ああすれば相手がやりづらいとか、そういうのは結構あるので、試合の中で練習は見ててそんなに強いと思わないぐらいの打ち方とか、でも試合になると結構強いっていう方は、やっぱコース取りとか、相手に嫌なところをつくとか、自分攻めるのは下手かもしれないけど相手のミスを誘うのうまいとか、戦術系タイプなんですよね。基礎はもちろんあった方がもっと強くなれるんですけど、多少技術力なくてもそれをかばうような技術の戦術あるんですよね。頭があるので、だからそれはすごく試合中に大事なことなので、見た目はすごくレベル高そう、基本技術めちゃくちゃうまいんだったら、もっと細かいところを工夫して戦術を立てて、自分がすごい実力あるような基礎をもっと活かせるようにした方が絶対いいです。じゃないとめっちゃもったいないなって思ってます。それをすごく学生さんに伝えたいと思います。みんな強くなってほしいです。はい。レベル差があって、はい、そのブロックが続かないとか、はい、そういう場合はやっぱ卓球練習ですかね。そうですね、ボールあるなら。はい、そうですね。卓球練習だったり、あと3球目だけの練習だったり、単品の練習でもいいと思います。
バック緑1本ずつやりたいんだけど、でもその方のボールが定まらない、同じところ2本来るかもしれないとか、ブロック力そこまでない方にはもうバックでランダム、最初からレベル若干下でもブロックだけではランダムをある程度返せると思うので、はい、あとこっちのセンスもあるんです。だからこっちは練習やりたいのに相手が明らかにブロックとかコントロールできないパワーを出そうとすると、できないことをやるとやっぱ変えてこないですよね。だから変えてくるように、自分が練習になるようにどうすればいいか、それも考えるんです。それも含めて試合と似てるような感じ、だからバーンってやって相手が明らかにそれをブロックできないのに相手もイライラするし自分も練習にならないですよね。まず、ね、相手が対応できるような力を具合を入れて、それ少しずつコントロールも非常に大事なので、自分をコントロールする。で卓球の場合本当にトップ選手は相手をコントロールするようになるんですよね。相手の動きをコントロール、コースをコントロール、メンタルをコントロールするようになると本当にトップ選手です。学生の皆さん、はい、熱中症に気をつけてぜひ練習してみてください。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。また見てね。再见。